森の中に置かれた椅子の上に寝そべる少年。彼は両足をロープで吊るされ、頭上にもロープのようなものが。この後少年はどうなると思いますか？今の画像は1960年代のロシアで撮影された映像の一部。アナトリー・スリフコグラフィックと検索すると見ることができます。映像はまず10歳前後の少年たちがバスから降りてくるところから始まります。楽しそうに笑い合う少年たちの中に大人が1人。この後映像では男性が1人の少年を呼び止め何かを囁きます。嬉しそうにうなずき男性についていく少年。到着した森の奥の木にはロープが数本縛られています。そこに横になってそう命じられ、うつ伏せになった少年の首にロープがかけられます。次の瞬間、男性は思い切りロープを引っ張り少年の首を吊ったんです。絶対に検索してはいけないとされる映像、アナトリー・スリフコグラフィック。映像の中で少年の首を吊る男は一体何者なのか。実はこの男は歪んだ欲望を爆発させるために何人もの少年を殺害していたんです。おそすけんちゃんです。闇闇こうです。今度さ、私同窓会があんのよ。すげえ間があったな今。同窓会があるんだ。高校の時の同窓会があって。高校ね。そう、私長崎の高校で寮生活してたのよ。あ、その時は福岡じゃなくて長崎だったのね。そう。やみこさん見たらどう思うんだろうね、みんなね。私見たら、いやもう私は私だからみんな何も驚かない。みんな宇宙人？でも確かに言われてみれば宇宙人みたいな高校だった。なんかね、特殊なの。前も話したかもしれないけど、体育の先生が一番なんか特権を持ってるような学校でね。もう絶対やだわ。棒体操とかさ、聞いたことある？あと、組体操じゃない？なんていうの？エッサッサやってた。エッサッサわかる？エッサさわからん。さって永遠にやる競技知らない？踊りなんだ。日体大がみんなやってるんだけど、戦えるなんかポイントとかあるの？ないんだ。ただ踊ってるだけ。体育祭でさってみんなで声を合わせてやるっていう高校だった。よかった、その高校じゃなくて。まあね、私もなんか仮に子供が生まれたら行かせたいとかっていうのは正直あんま思わないかな。でも面白い高校だったわよ。別に私行った高校のことを悪く言うつもりはないから。言ってもね、ちょっと変なだけで面白いってだけで。すっごい面白い。結果やみこさんがね、こうすくすく成長してね、僕も出会えたわけなんでね。そう考えればね、すごくいい高校、楽しんできます同窓会。というわけでね、皆さんね、長崎高校にぜひね、入学していただければ。言うんじゃないわよ。本日ご紹介するのは、多くの少年で首吊り実験をした男について。何その危険な実験。絶対やっちゃダメでしょ。もう死んじゃうじゃないのよ。少年たちのこと思うだけでも聞いただけで苦しくなってくるような事件じゃない。実は少年たちは自ら進んでこの実験に参加したとも言われてるんです。そしてこの実験の映像は今も検索すればなんと見れてしまうんです。そんな見ることができるなんて言われても見たくないわよ。どんな悲惨なことが起きるのか。そもそもね、この事件が発覚したのは少年の一人が失踪したからなんです。ある少年の失踪。1985年7月、ロシア南部の地方都市ネビンノムイスク、地元のボーイスカウトに参加していたセルゲイ・パブロフという13歳の少年が突然失踪しました。数ヶ月の捜査の結果、パブロフと同じボーイスカウトに入っていた少年数名も失踪していたことが発覚。その多くはとある男性が撮影するホームムービーに参加すると親戚に告げて行方不明になっていました。その男性は地元でボーイスカウトを主催するアナトリー・スリフコ。すぐさま検察官が少年たちに聞き取り調査を行いました。すると少年たちのほとんどがスリフコの実験に協力していたと語ったんです。さらにボーイスカウトのメンバーの多くは実験後に一時的な記憶喪失に苦しんでいたことも判明。そして1985年12月、検察がスリフコの自宅を捜索しました。自宅から発見されたのはナイフ、斧、ロープ、そして不自然に切断された少年の靴です。どうして靴の先端だけが切断されているのでしょうか。その答えはスリフコの自宅から押収された1本のビデオテープの中に映っていました。その映像は今でもアナトリー・スリフコグラフィックと検索するとインターネットで閲覧可能なんです。そしてその言葉は絶対に検索してはいけない言葉とされています。怖くて検索できないんだけど、気になりはする。映像を見るとね、後悔をしてしまうような内容なので、見る際はね、自己責任でお願いします。
検索すると出てくるのは少年たちがバスから降りる映像。降りた先はのどかな森林地帯。少年たちは楽しそうにしており、とても爽やかな場面からスタートします。その後も川辺や森の中を笑顔で散策する少年たち。映像に出てくる少年たちは皆首に赤いスカーフを巻いており、ソビエトのボーイスカウトであるヤングパイオニアの制服を着ていました。ボーイスカウトって登山とかキャンプとかしてる団体よね。普通のボーイスカウトとなんか違うわけ？実は現在も活動しているボーイスカウトとは少し違うんです。ここで本日のメトラーキーワード、ヤングパイオニアについて。ボーイスカウトは1907年にイギリスで始まり、現在世界で174の国と地域、5700万人以上が活動しているとされています。ソビエトにも1922年から1991年までヤングパイオニアというボーイスカウトのような組織が存在していました。9歳から14歳までの青少年が所属しており、赤いスカーフを首に巻いているのが特徴。1917年のロシア革命の時点では約5万人が入っていたとされるヤングパイオニア。形としてはボーイスカウトですが、中身は共産主義と言われています。共産主義の事業のための戦いに備えようがモットーであり、第二次世界大戦中は戦争に貢献するために働いたと言われています。その後、1991年にソビエトが崩壊したことでヤングパイオニアは解散しました。お国のために働くボーイスカウトって感じね。普段の活動はね、キャンプをしたりと、現代のね、ボーイスカウトと似てはいるんですけれども、目的が違うんです。そして、スリフコの自宅から発見されたヤングパイオニアの制服を着た少年たちの映像なんですけれども、後半になると言葉にするのもおぞましいような鬼畜の所業が映っていたんです。2分ほど少年たちの微笑ましい映像が続いた後、急に映像が切り替わります。映像に映し出されたのは、少年が両手、首、足首をロープで縛られている姿。両手はまっすぐと横に伸ばされ、それぞれのロープの先は近くの木に縛られています。その後、足首のロープが思いっきり引っ張られ、少年の体が宙に浮きます。それと同時にロープで首を絞められた少年のもがき苦しむ姿が。しばらくすると少年は解放されますが、痙攣を起こしています。スリフコが行っていたのはなんと首吊り実験。何よ首吊り実験って。目的は何なのよ。スリフコがね、そもそもなぜこのような実験を行っていたのか、そして実験後の少年たちはどうなってしまったのか、詳しく見ていきたいと思います。首吊り実験の全容。首吊り実験を行うにあたってスリフコは入念に準備をしていました。あらかじめ新品の制服を準備し、少年たちの履く靴をピカピカに磨きます。そして必ず少年たちには実験の数時間前から絶食させていました。これは首を絞めた時に嘔吐しないようにするため。この後少年に麻酔剤を吸わせると準備は完了。そのまま少年を誘導して首吊り実験を行いました。ロープで首を絞められた少年が意識を失ったのを確認すると、スリフコは少年の足元に近づいていきます。少年の履いていた靴をじっと見つめるスリフコは異様に興奮した様子。しばらくすると、もう我慢ならないといった様子でズボンを下ろし、G 行為を始めたんです。さらに驚くことに、自らその様子を撮影していました。何、特殊な性癖持ってるってことなのこれ。しかも少年ではなくね、靴に近づいたっていうのがちょっと気になりますよね、これ。映像に出てくる少年たちに嫌がる様子は全くありません。むしろ自ら進んで首吊り実験に挑んでいるようにも見えます。どうして少年たちは自ら進んで危険な実験に参加したのか。実は少年たちにはとある共通点が。ボーイスカウトに参加する少年たちは皆、スリフコからこんな言葉をかけられていたんです。その言葉とは、背が高くなる方法があるよ。首吊り実験に参加したのは11歳から15歳の少年でしたが、いずれも年齢の割に背の低い少年たちばかり。そう、少年たちのコンプレックスにつけ入って実験に誘っていたんです。立ち悪いなこいつ。さらにスリフコは少年たちを安心させるためにこんな言葉をかけていました。苦しいのは最初だけだよ。すぐに僕が蘇生させるから大丈夫。そう言って心臓マッサージや人工呼吸など蘇生の予行練習をする様子も見せていたんです。しかしどうしてスリフコはここまで入念に準備をしてまで実験を繰り返すのか。そこには彼の抑えようとしても抑えられない衝動がありました。そのヒントとなるのが先ほど見てもらった不自然に切断された靴にあるんです。子供たちのコンプレックスに付け入るとかマジで卑劣なやり方じゃない。ほんとね、これ許せないですよね。そもそも首吊り実験が危険なものっていうのは少年たちもある程度認識していたと思うんですよね。なのでスリフコが普段から少年たちの心を何らかのね理由で掴んでたんじゃないかと言われてるんです。っていうかまあそもそもその首吊りの実験をする意味がわからないわよ。この動機をね探るためにもスリフコの過去をね見ていきたいと思うんですけれども、首吊り実験の目的は彼が昔見たある光景を再現することだったんです。隠していた衝動。
1938年12月28日、スリフコは旧ソビエト連邦のスタブロポリで生まれます。貧しい一家の長男で生まれ、妹が一人いました。父はアルコール中毒で、両親はよく喧嘩をしていたといいます。幼い頃のスリフコは病弱で、不眠症や食欲不振に悩まされていました。その後成長した彼は自分が同性愛者だと気がつきますが、差別の激しい時代、家族や友人にすら打ち明けることができなかったそうなんです。その後もスリフコは自分が同性愛者だということをひた隠しにして生きていくことに。そして1962年24歳の頃、妹の紹介で出会った女性と結婚し、子供が2人生まれました。結婚はしたものの同性愛者であり勃起不全でもあったスリフコ。妻のことは大切にはしていましたが、肉体的な魅力を感じることができませんでした。妻との性行為は17年の結婚生活で10回以下だったといいます。まさか結婚して子供までいたとは。成功者は少なかったのかもしれないけど、普通に幸せな結婚生活を送ってそうに見えるけどね。同性愛者だということをね、ひた隠しにしてきたスリフコだったんですけれども、ある日を境に抑えていた衝動が爆発してしまうんです。1961年、22歳のスリフコが歩道を歩いている時のこと。叫び声とともに聞こえてきたのは大きい衝撃音だった。音の方に目を向けると、車が歩道に乗り上げている。酔っ払い運転の車が歩道に突っ込む事故が起こっていたのだ。車体は道路にそれ、歩道に乗り上げて歩行者の集団に突っ込んでいる。車の下敷きになっていたのは14歳の少年の遺体。即死だった少年が着ていたのはヤングパイオニアの制服。約18メートル離れたバスの待合所に向かったスリフコ。そこに座ってスリフコは少年の遺体をじっと見つめていた。スリフコはその様子を見て心を奪われたのだ。救急隊が到着し、少年の遺体が引き上げられるまで一切目を離すことはなかった。後にスリフコはこう語っています。あの子が苦痛に泣き叫ぶ姿を想像するたび、私は興奮が抑えられなくなったんだ。少年が味わった苦痛を考えれば考えるほど性的興奮や高揚感が湧き上がってきたというんです。それまで同性愛者であることをはじめ、自身の性的衝動を抑圧していたスリフコ。この事故をきっかけに男の子と性的関係を持ちたいという欲望が抑えきれなくなるんです。事故で亡くなった少年の靴には血痕が付着していました。それをきっかけに靴フェチになったスリフコは G 行為の最中に少年の靴を妄想の中に取り入れるように。事故を目撃してから数ヶ月経っても事故のことが頭から離れないスリフコ。そしてついにあの交通事故を再現したいという衝動が抑えきれなくなったんです。気持ち悪いな。そこで彼は自らボーイスカウトを主催し、事故で亡くなった少年と同じ11歳から15歳の少年を集め始めたんです。さてスリフコは首吊り実験で事故を再現することができたのでしょうか。案の定彼は首吊り実験だけでは満足できなくなってしまいます。なぜなら首吊り実験中に起きたある失敗によって事故を完全再現できてしまったから。ちょっと少年の遺体がトリガーになっちゃうとはね。もしこの日にこの場所に行かなければ悲劇は起きなかったのかもしれないわね。そうですね。この日をきっかけにね、スリフコの、欲求っていうのが爆発してしまったわけですからね。でもさ、事故の再現と首吊り実験ってなんか繋がらない気がするんだけど。実はスリフコのね、撮影したアナトミースリフコグラフィックには続きがあるんです。そこに映っていたのはまさに地獄のような光景でした。切断された靴。スリフコの映像の後半、台の上に乗ってロープに首を巻きつけられた少年が映っています。台を取り除かれると首を吊られた少年が暴れ回り、隣の木に足をかけて生きながらえようとします。横で見守っていたスリフコは慌てた様子で妨害。やがて少年は動かなくなりました。その後シーンが移り、ノコギリを手にしたスリフコが登場。そして彼は動かなくなった少年の足の甲を靴の上からギコギコと切断し始めるんです。ここにはスリフコの靴への異常なこだわりが出ています。なんとあえて靴を履かせた状態で切断しているんです。そして次のシーンでは足首より下だけが燃えている映像に、最後は首のない遺体の右膝をナタで切断するシーンで映像は終了しています。遺体？スリフコは蘇生していたんじゃなかったの？実はね、蘇生に失敗していた少年もいたんです。1964年6月2日、15歳の少年ニコライ・ドブリューシェフの蘇生に失敗してしまいます。蘇生に失敗するのはこれが初めてのことでした。殺すつもりはなかったスリフコですが、蘇生に成功した時よりも大きな性的興奮を得たといいます。その後遺体はバラバラにして川に捨て、写真や動画は廃棄。遺体を切断した際に靴だけは大事に持ち帰り自宅に保管しました。スリフコはその時の興奮が忘れられなかったようなんです。翌年の1965年5月に犠牲になったアレクシー・コバレンコは最初から殺すつもりで犯行に及びました。そして遺体はバラバラにして火を放ち、事故現場を完全再現。
こうした犯行はなんと22年間も続いたんです。その間スリフコの首吊り実験に参加した少年は43人、そのうち36人は意識を失った後に蘇生させていますが、7人が死亡しています。亡くなった少年たちが履いていた靴や写真、動画は G 行為のために自宅に保管、事件の詳細についても綿密に日記に記録していました。いや、43人も実験台にしてたなんてよくバレずに続けられたわね。22年もの間犯行が明るみに出なかったのは、スリフコが地元でね、名の知れた人物だったからなんです。実はスリフコは映画祭の作品賞を何度か受賞したことがある映像作家でした。また彼が運営するボーイスカウトは国から表彰を受けるほど評判が良く、地元の名士として名を知られていたんです。そのため長年にわたり犯行を繰り返していたにもかかわらず、疑いの目を向けられることはありませんでした。また首吊り実験に参加した少年たちには実験のことを絶対に誰にも言わないようにと釘を刺していました。そして少年たちは首を吊られた後の意識がなかったため、何が起こったかを知らず発覚が遅れることに。時にはスリフコ自ら行方不明者の捜索に参加していたといいます。しかし7人目の犠牲となったセルゲイ・パブロフの捜索から犯行が発覚し、1985年12月28日にようやく逮捕されました。その後7件の殺人事件で有罪となり死刑宣告を受けます。そして逮捕から4年後の1989年9月、スリフコは銃殺刑で処刑されたんです。1件の事故を目撃したことがきっかけで自分の本当の性癖に気がついたスリフコ。彼のようにある日突然異常な性癖に気づいてしまう可能性は誰しもあります。それが人を傷つけるような性癖の場合、自らの意思で治療を受けなければなりません。あなたは人には言えない性癖を抱えていませんか？